キジャキ美味しい。ブリブリの食感、酢飯がうまい。ネギですか？ネギ。美味しい。寿司うまいな。すごい食べ応え。紙ですか？背の上の方だね。剥がしてる。後半すごいとろける。沖縄寿司さんの寿司はいつも思うんですけど、なんでこんなフォルムが美しいんですか？さっき握り方の話だけど。やべえよ、美術1だから絵とかめちゃめちゃ下手だ。僕だって最初和食って盛り付けとかセンスダメだなっていうのもあってお寿司屋さんだから僕飾らないおつまみ今日召し上がって分かったんですけど、余計なことしないのはできないんですよ。余計なことやるとピカソみたいになっちゃうからシンプルに。いや和食の人たちは盛り付けちゃって綺麗だから僕やってたから和食もいや無理だなと思って、あれはもうセンスです。ねっとり度合いがやっぱり違うのかなと。シャリがうまい。そうすると小肌の脂が染み出してシャリと混じり合ってうまい。海苔の香りがすごいですね。塩気の塩味とシャリの酸味と酸味一体、シンプルにうまい。結構切り付けで握りのフォルムって決まるじゃないですか。切り付けの時ってなんか脳内で設計図的なのあるとか。全然ないです。感覚です。なるべく綺麗に映るようなやつを出します。はい、僕だったら、微妙に別に味が変わるわけじゃないんですけど、写真撮ってる人と撮ってない人だったら僕の気をつけ方はだってそれはもう釣られちゃうから。じゃあそれで何か変わるかって言ったら別に何も変わらないんですけど、もう切ってる時でもやっぱ人間だからいろんなこう線の入り方ってあるじゃないですか。でそれがうまく出てるやつをやっぱりなるべく写真撮ってる方の方に出したいなっていうのを。味変わらない、味変わらないジュースです。噛んだ瞬間弾ける。頭の味噌が口入れた瞬間、味噌の芳醇な香りが。ウニ超うまい。ウニやば。すごい柔らかいですね。落ち着くね。甘くて美味しい。でも本当大将の体型とお寿司が大体比例するなって、すごいスレンダーのお寿司が多いなって時はです。いや僕お腹めっちゃ出てます。いやすごいスマートじゃないですか。最高のし続けてるな。綺麗ですね。4匹分。鎧のように。そうですね。メタリックがかっこいい。時矢さんといえばやっぱりシャリ握りなんで。多分この酢飯は僕はもうこれは自分の中では一回もう出来上がってる。中毒性がすごいある。やっぱ新子のね1枚だけの時食べて、あれほぼシャリ玉じゃないですか。いや酢飯だけ食ったらきついっす。やっぱでも前もおっしゃってたけど、塩っていうよりは酢ですよね。酢です。塩はもう結構抑えてる。だからお酢自体にも塩って入ってるじゃないですか。必ず記載されてるところに食塩って書いてある。僕たちが足す塩っていうのはやっぱりこう違う役割というか古典的な感じでしてあげないとやっぱ食感って食べれないです。
米の硬さとかって変えてないですよね。変えてないですけど、やっぱりムラはできます。だからちょっと今硬く上がってるんで、水を少し足してるんですよ。気持ち硬く感じましたけど。そうです、はい、立ってました余計に。これでもね、ここ2、3日でまた水足したりしてるんですよ。でも正直うちの場合羽釜なんで、木豚なんです、はい、木豚の乾燥具合でも上がりが変わっちゃうんです。湿度とかもないですよね。そうなんです。毎晩つけて帰るんですけど、でも朝炊く時と夕方炊く時だと、夕方はもうつけておけないんでシンク埋めちゃ埋まっちゃってる。そうするとやっぱね、違うんですね。水のだから蒸発した中の気流を木の蓋がどこまで吸ってるかくれるかって話になってくるんで、いやちょっとここ最近それでちょっと苦戦はしてます。硬すぎてもね、やっぱきついから下に当たるじゃないですか。芯が残りすぎてると。芯が残って絶対ダメなんですけど、手に当たるような酢飯だとちょっと僕も硬いかな。それはやっぱその握る時のシャリ玉作る時とかの感触でやっぱ手に当たり方が違うんで、しっとりしててうまくふっくらしてる時は柔らかいんですけど、やっぱ硬いかなと思う時はちょっとやっぱ当たってるなみたいな、硬いっていうのが。うまいっす。包丁も入れ方夜やってればできますね。グリグリ感もあるし、トロトロ感もあるし、いろんな部位が混ざってるんで、この下駄もまた黒で余計に映えるな。いつも甘い。すごい食べ応えだ。すごいジューシー。うまっ。甘さが全然違う。余韻の強さが全然違う。大トロはやっぱ強い。甘さがすごい。俺は絶対でもやっぱ寿司って食べれば食べるほどその AI に置き換えられること絶対無理だなと思う。カウンターだし今こういう感触とか絶対わかんないじゃないですか。だってその時とかその人たちの食べ方とか変えるじゃないですか、はい、箸で食べてるのに箸の握り方が下手な人だったらしっかり握らないと絶対崩される。でもそれは僕らが観察してやっぱやる。だから僕は握ればいいとは思う。空気が入ってるとか入ってないとか僕はそんな問題じゃない。一回のお客さんがどういう形で食べてるかを見る方が僕は大丈夫。食べ方と飲み方とやっぱその辺こう手元を見つつちらっとお客さんの表情とか結構チェックされてるってことですか。そうだ、手元はねほとんど今別にそんなに握り始めちゃうと見ないんで、はい、そうもうそれは手の感触で大体収まってくるんで、一生懸命切れてこう一回に魂を込める握り方もいいんですけど、なんか僕はもっと違う形の出し方の方が僕はお寿司屋さんらしいかなと思う。僕はありがとうございます。ふわふわ。その部位がね、ネギがすごいいい仕事してる。すごいだよ。はい。でもこれ大きいですよね。大きいですよね。派手なネタはなかったですけど、シャコとか、あと新子の淡い感じとか。僕はなんかシンプルになんか染みて美味しいお寿司を出したい。別にスモークした赤松出してあうまいってまあそれいいんですけど、はい、みかん食べれるかっていらないじゃないですか。でもみかん食べてもやっぱ美味しいなと思ってもらえるものをベースに構成した方が、まあ、僕は寿司屋らしいんじゃないかなと思います。あ、おいしい。これガリのアイスなんですか。そうかき氷みたいですね。シャーベット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 。シャコがすげえ美味しかった。なんか今愛知のある車庫なんですけど、はい、この前市場の人に聞いたら小柴昔取って浜湯でって浜で茹でて食べてるんですけど、今小柴取れない取れないんですよ。神奈川のそうです、はい、金沢博の近く、はい、そこの車庫を作ってた方たちが今愛知に行って教えてるらしいんですよ。でここずっとなくて今年出てて、でやっぱ作りがすごいいい、綺麗に剥いてあるし、
でなんかどういうふうに今茹でてるのかわかんないですけど、やっぱシャコ自体の味もすごいしっかりしてるなので、今年結構みんな途中からその前までみんな小樽使ってたんですけど、ちょっと小樽が終わってもまだ愛知が出てきてるんですよ。なんで今みんな愛知に切り替えてます。一般的なシャコのシーズンっていうのはいつですか？で2期あるって言うんですけどね、そうですか。春と小餅の時とか。いや、小餅はでもどっ関係ないち小も入ってるんですけど、この入りがいい時と悪い時がやっぱあって、もう作りがしっかりしてるシャコだったら間違いなくオスが美味しいです。普通のまあ理屈で考えてもそうじゃないですか、身に栄養がある。もう魚全般そうだと僕は思ってるんですけど、しっとり具合というか、入れた瞬間の柔らかさ、ふっくら感で味もちゃんとある。でまあ出す前にやっぱ温めて、だから温度も大事で、うちはやっぱさっと温めてから煮る提供するようにしてる。でその市場で買うときはもう茹でられたものをそうです買ってきて、それを直前にまたちょっと手を入れてあげる。僕は自分の中でのそういうちょっとした温める地みたいなところにくぐらせて、はい、熱々にしたところの方がまた火入ってボロボロになっちゃう。ただ冷たくなければいいんですよ。そうすると香りもよく上がるんですよ。予約方法って矢口さんは？予約は電話です。まあお任せも今入れていただいているので、お任せからも取れますし、電話かお任せという。電話の方が時間の案内は細かくご案内できるので、お任せってやっぱね、どうしても決まった時間、まあ多少できるんですけど、こっちもやっぱそれのやり取りやってる時間がそんなないので、まあ、電話していただいて。わかりました。でお昼は握りだけど別につまみからでも。そうですね、前もって分かってればつまみも対応できますし、お昼は結構でもだから調整しながらやっちゃいます。つまみもそんなにフルに出さない時もいっぱいある。でまあ食べた分金額いただいてます。夜はね、あるしっかりいただいてます。いつもありがとうございます。こちらこそごちそうさまです。ありがとうございます。